おはようございます。たかしです。本日は10月17日木曜日、ただいま10時13分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信してます。トレードを基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。ここのところずっとですが、この辺でずっと揉み合ってますよね。上がったり下がったりというのを方向感のない動きをしております。現状は上昇トレンド中という話はしておりました。ここでこんな感じですよね。で、今山をつけているので、ここから次の下落に入るのかという、そういうところにありますので、現在地付近から下落するのか、それとももう一段伸びてくるのかっていうところを現在は見ているところ、そしてその高値圏、このあたりですね。高値圏で現在揉み合っているので、ここからこの揉み合いを経て下落していくのか、それとも上昇していくのかという、今はどちらに動くかが分かりにくいところにありますので、現在はその動き待ちというところです。では4時間足です。4時間足の GMMA の青帯は今までずっと上昇、上向きだったんですね。なので上昇トレンド中だったんですが、昨日のイギリスの CPI の結果を受けて、結構強めの陰線が出てきたんです。下髭にはなっているんですが、この陰線をきっかけぐらいで、ここから今 GMMA が横向きになってきておりますので、そう考えると現在地付近でのレンジというところが考えられますので、今は GMMA の青帯、少し下抜けかけてますよね。そうするともう一段の下落、この白い水平線付近、193.5 付近までの下落が考えられます。昨日のこの大きな下落で、こんな感じの今下落トレンドを作るのかなという、そんなイメージができますね。もちろん、現在は GMMA の青帯付近ですので、このあたりで下げ止まれば、ここから上昇、再び上昇していくということも考えられます。ストキャスティクスは方向感がありません。マクディは弱いので、やはり下落方向に動きやすい試合ではありますね。ただ、先ほど言ったように GMMA の青帯、今横向きになってきているので、下がったところは買われるし、昨日なんかもそうですよね。下がってきたところは買われやすいので、戻り売りをする場合も上がったところから売っていく。もし、押し目買いをするのであれば、下がったところから買っていくという考え方を持っておくといいと思います。では、1時間足です。昨日の大きな下落によって、ここで目線が下になってますよね。それまでは高値から一旦安値をつけて、そこから一度戻したんですが、そこから安値更新ができなかったんです。でも結局、高値を切り下げてきました。そして昨日の下落で、この安値を更新してきているので、この下落の地点で基本的には目線は下向きの下落トレンドになっているっていうことがわかります。ですのでそこからはいつものテクニカルな動きですね。GMMA の青帯付近まで上昇、そこからの下落っていうのが現状。ですのでここからは一旦昨日の安値ぐらいまで、このあたり193円のミドルぐらいまでの下落を見ておきたいですね。ここを次下抜けるのか、それともここで反発してくるのかっていうところが現在のポイントです。ストキャスティクスは安値圏にありますので、現在下落方向に動いてますが、一旦ストキャスティクスがこれ上昇するのを待ってそこからの再下落っていう、こういう動き方をイメージしておくといいと思います。GMMA の青帯がこういう風に下がってきますので、そこに一度上昇して、そこでレジスタンスされてからの下落っていう、そういう流れをイメージしておかないと、今ストキャスティクス安値圏にありますので、今下落してますが、こういうところで乗っていくと、このまま一度下落すると見せかけて上昇するっていうこともあります。もちろんこのまま下落していく場合もありますが、テクニカルに素直にやっておかないと、今ここで飛び乗ってしまうと、当然上昇する可能性、安値圏をつかまされて上昇していくっていうことも考えられますので、戻り売りをする場合はしっかり戻しを待つっていうことが大切ですので、まずは GMMA の青帯ぐらいまで戻ってくるのを待って、そこからの戻り売り、逆に押し目買いで考えるのであれば、昨日の安値ぐらいまで下がってくるのを待って、そこで下げ止まりを待ってから次の反発の上昇を狙うという、そういう考え方を持っておいてください。ではドル円を見ていきましょう。ドル円はもうほぼ動いていないんですよね。この現在、この過去の高値、150円付近が意識されておりますので、現在その手前でずっと揉み合っておりますので、ちょっとトレードとしてはやりにくい。インジケーターを見ているとそろそろ下落方向に動きそうな、そんな雰囲気も感じます。では4時間足です。4時間足 GMMA の青帯。こちらはポンド円と違ってまだ上を向いております。ただ、GMMA 付近からの反発が弱いですよね。昨日とかもお話ししてますが、高値の更新の仕方がちょっと怪しくなってきているんです。高値の更新がかなり緩やかになってきておりますし、昨日の高値の場合は更新できていない、前回の高値を更
新できていないので、そう考えると現在地付近からこんな感じで下落していくっていうことが考えられます。まだ下落するにしても今は上昇トレンド GMMA の青日は上向きですので、本日は下落方向に動くかもしれませんが、トレンドとしては上昇トレンド中ですのでご注意ください。ストキャスティクスはちょうど高値圏からデッドクロスしてきてますよね。過去のこういうところ、デッドクロスのポイントを見ていても、比較的こんな感じで下落してきておりますので、そう考えると本日の下落で GMMA の青日を下抜けてくるかも。下抜けてくるとそこからはまたもう一段の下落が考えられますので、その辺の動きを見ておきたいですね。では1時間足です。1時間足は相変わらずなんですが、GMMA の青日を下抜けたり上抜けたりということを分かりにくい、そういう動き方をしてますよね。ですので昨日も上抜けてきたんですが、今下抜けそうな雰囲気になってますので、また下抜けてくるかもしれません。現在は先ほど言ったように高値を切り下げてきているんです。ここが直近の高値だったんですが、そこから切り下げてきておりますので、そうするとここから下落していくということも考えられます。今 GMMA の青日にちょうどぶつかっているところですので、ここで反発すればいいんですが、反発できずに GMMA の青日の下に入ってしまうと、直近のこの安値 148.8 付近を目指して下落すると考えますし、この辺りを下抜けてくると次の水平線 148.3 付近までの下落が考えられますので、まずは GMMA の青日を下抜けるかどうか、下抜けられなければ再び昨日の高値を超えるようなこういう上昇になってくるかもしれませんので、ちょうど今のこのポイントですよね。現在地付近っていうので反発するのか、それとも下抜けてくるのかっていうところを見ておくと分かりやすいと思います。基本的に1時間足の GMMA の青日はある程度意識されてますので、下抜けてくるとここがレジスタンスになって、現在地付近で下げ止まるのであればここからサポートで上昇していくだろうと、ここを境に考えておくといいと思います。この GMMA の青帯を境に上昇下落をイメージしておくと分かりやすいと思います。なのでドル円ですと今この辺ですよね、赤い水平線とか現在地のこの白い水平線とか、この辺にアラートを仕掛けておくとそこからの反発が意識されますので、そこに到達してからトレードを検討するっていう、そういう考え方をしておくとチャートに貼り付かなくて済みますのでやりやすいと思います。トレーディングビューでは簡単にアラートも設定できますし、こういった描画もやりやすいので、まだご利用でない方は概要欄に URL を貼っておきます。無料で登録できますのでぜひご利用ください。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。